皆さんこんにちは。さて今ですね、このマイナーチェンジ後のベゼルという車で東京から新潟山形の方まで行ってですね、帰ってくるという旅行の方をいたしました。で実はですね、この車で新潟山形に行く、1ヶ月ほど前のタイミングで ZRV で秋田の方に行って帰ってくるという旅行をいたしました。この秋田までの工程、それからベゼルで行った新潟山形までの工程、大体往復で1200から1300キロというそういった距離を走りましたし、高速道路もそうですし、道の感覚っていうんですかね、さまざまな路面状況も結構似た東北の地方であったりを走っていきましたので、この ZRV で走った時の感覚を記憶している状態で今まさにベゼルで走っているという中で、それぞれ感じるこの両者の違い、少し比較しながらお話しできればというふうに思います。一般道をですね走っての感想というところなんですけれども、加速に関して言うとスーッと流して走っている分には個人的には ZRV の方がやはり緻密な加速をする、気持ちいい加速をする。どの加速帯で速度域でアクセルを踏んでいっても濃密な密度の高い加速をギューッとしていくので、この加速の気持ちよさっていうところはやはり ZRV に分配が上がるかなというふうに思います。これはもうエンジンの排気量であったりとか EHEV の出力が違うのでもうやむを得ない部分かなというふうには思います。一方でじゃあブレーキ踏む時どうなのというところなんですけれども、ブレーキに関して言うと私は個人的にはベゼルの方が使いやすかったかなと。最後ビタッと止めたいという時にベゼルの場合はバシッと止められるんですけれども、 ZRV はやはりちょっとそのベゼルと比較した時に若干流れるような感覚っていうのがあるんですよね。ここがちょっと私個人としては気になったところであります。そういう意味で一般道を走る時のブレーキの感触はベゼルの方がいいのかなというふうに思います。一方で赤信号で止まりました、そして青信号で出発しますというストップ&ゴーという、このタイミングでの加速はどうなのというところなんですが、通常で流している時と同じくやはりこの ZRV とベゼルを比較した時に ZRV の方が密度の高い加速はしていくんですよね。走り出しも密度が高いなとは思うんですけれども、ただアクセルを踏んでダイレクトにピュッと出てくるのはベゼルなんですよ。この意味で個人的にこの赤信号で止まって青信号で出発しますよっていう時の走り出しに関しての軽やかにスッと出てくる、滑らかにシュッと走り出すという感覚はベゼルの方がいいなというふうに思いました。この意味でやはりそのベゼルも ZRV もそれぞれ特徴的な部分があって、一長一短があるんだなというところは乗っていて感じたというところであります。続いて一般道という中でもう一つ気になるのが多分乗り心地っていうところなんじゃないかなというふうに思います。個人的な感覚ではベゼルの方に軍配が上がるかなというところであります。特に東北の方の道走った時、またはその新潟の方の道もそうですけれども、やっぱり雪がすごい降る地域なのでどうしても道がですね少し凸凹しているところっていうのも多い、そういうところを常に走っていったんですが、 ZRV に関して言うと結構跳ねるなっていう印象が強くあって、この衝撃の受け方をして、特に東北走っていく時とかもそうだったんですけれども、結構山道であったりとか舗装がねまだ完全にきれいになっていないような道とかを走る時とかも結構揺れるので、そのタイミングって乗ってて結構辛いなっていうふうに思ってしまったところがありました。一方でベゼルに関して言うとマイナーチェンジっていう中でとても乗り心地が良くなったんですよ。でその辺りが遺憾なく発揮されていました。非常に路面が荒れてるところ走っているんですけれども、その路面に関してもそこにピタッとくっつく形で走っていく、うねっている路面、左右不均一の凸凹の道に関しても羽根を最小限に抑えて下に吸い付いて走っていくっていう動きをするので乗っていて楽だなと思ったところです。でそういった下道を結構走る時間も長い、特にその東北の方ですと高速道路と高速道路の間が離れていて、その区間を一般道で走んなきゃいけないっていうそういったタイミングも結構あったんですけれども、そういうところで長く走っていてもベゼルは本当に疲れないなっていうふうに思ったんですよね。ベゼルと ZRV を一般道で走っていく中での違いあるかなというふうに思いました。一般道を走っている時の静粛性というところなんですけれども、やはりこの静粛性に関してもねちょっと一長一短があるなというふうには思いました。まず ZRV は
ベゼルと比較した時に外からの音の入り込みは非常に小さく抑えているなと思いますし、路面が荒れてないところであったりとか、一定程度荒れているところっていうんですかね、そういうところ走ってるタイミングではロードノイズも含めて非常にね ZR-V の方が静かに走れるなというところ、これは確かにあるなというふうに思います。一方でベゼルがじゃあうるさいのかっていうと全然そうでもなくって、ベゼルも ZR-V も高いレベルの静止性があるんですよ。なので両方とも静かだなと思うし、その中でもより ZR-V が静かだって思える瞬間っていうのが非常に多いっていうところが特徴的だと思っています。で一方で少しね路面が荒れてるところとかやはりこう一般道を走ってる時多かったんですけれども、そこではどうかというとやはりこのロードノイズっていうところがちょっとですねベゼルよりも ZR-V の方がちょっと大きいなっていうふうに感じてしまうタイミングはありました。それから下の凸凹をどん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 で通過する時のドドン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 っていうこのドンドン音っていうんですかね、これも ZR-V の方が大きいなっていうふうに感じる場面っていうのはありました。ですのでこの道の状況によってどちらが静かと感じるかっていうのは差が出てくる、違いが出てくるなというところがどうしてもあるかなというのは乗っていて思うところです。旅の中で峠道、ワインディング、ヘアピンカーブ、そういうところもこの車で走りました。でその印象なんですけれども、ヘアピンカーブ含めて結構アップダウンのある道を走りますよっていう時のパワーの余裕感はこれはね ZR-V かなというふうには思います。アクセル踏んだ時にどの速度域でも涼しい顔で加速をするのがやはり ZR-V の特徴かなというふうに思っているので、この辺りの力強さってあったりとか余裕感っていうのは ZR-V の方に軍配が上がります。傾斜の強い坂道をぐっと上がる時とかは ZR-V すごいなっていうふうに思う、そういう場面が多かったと思います。ただですね、ベゼルに関してもスポーツモードがあります。ZR-V もスポーツモードがあります。でこのねスポーツモードにね入れた時の車の加速の仕方っていうんですかね、これはね良かったですよ。ベゼルのスポーツモードも、よりキビキビ感が増していて、非常にね角度のある坂を走っていても余裕だなと、軽々と車登っていくっていうこのパワーの余裕感っていうのはスポーツモードにするとすごい生まれてくるというところもあります。ですので坂道ワインディングをこう登っていく時にベゼルも ZR-V も両方ともね余裕なんですよ。でその中でもよりどっちが余裕なのっていうと、はい、そこはもう排気量の違いもあるところも出てくるのでは ZR-V という、そういった違いかなというふうに思います。じゃあ一方で下る時はどうなのという話なんですけれども、これもね両方とも非常に滑らかにね下っていくんですよ。でこれは特に大きな差はないかなっていうぐらいに下りの時の速度調整は両方とも減速セレクターがあるので本当にやりやすいですね。ですので下る時の速度調整のしやすさに関して言うと ZR-V もベゼルも素晴らしいなと。上り下りのハンドリングの部分どうなのっていうところなんですけれども、それぞれのね雰囲気違うんですよ。ベゼルの方がしっとりと下にくっついてこう滑らかにこうハンドリングされてこう登っていくっていう様なんですが、 ZR-V の方はより粘って攻めの姿勢でこう入っていけるっていうんですかね、そういった感触が強いですので、走っていてスポーティーにぐん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 車を動かしていけるなっていう感覚は ZR-V ですし、このハンドリングでこうキュッキュッキュッこう動かしていく時のこう稲まま感っていうのは個人的には ZR-V の方が高いかなっていうふうに思います。これは下っていく時もそうですね、意のままにこうクイックイってより走っていくのが ZR-V かなというところ、これは感じているところです。ただベゼルもいいです。だから両方ともね結構ハンディング気持ちいいですし、特にこの改良後のベゼルに関して言うとすごくねこのハンドルの動きが滑らかにスムーズになって切り込んでいた時の車の動きがより自然によりシームレスにさーっと動くようになったんで本当に気持ちよくなってるんですけれども、ただやはりね ZR-V はすごいなっていうふうに思いながらワインディングは走ったというところになります。ト
取り回しというところに関してもお話ししたいんですが、これまた一長一短あって、 ZR-V の方がもうベゼルよりも明らかにサイズが大きいんですよ。ですので狭い道とか狭い空間に入っていった時に、じゃあどっちの方が使いやすいのって言った時には、ベゼルの方がサイズ的に小さいのでいろんな場所に入っていきやすいっていうんですかね、そこはあるんですよね。すれ違いも含めてもう明らかにベゼルの方がやりやすいというところはありますが、ただじゃあ狭い道とか狭い場所での取り回しってどうなんですかねって言った時には、これもねまた微妙なところなんですけれども、個人的には ZR-V の方が取り回しやすいって感じちゃう場面あったかなというふうに思います。この ZR-V とベゼルってこれだけサイズ差はあるんですけれども、最小回転半径ってほとんど変わらないぐらいの形なんですよね。ですのでこれだけの大きい ZR-V っていう車がこうなって回るんだねっていうふうに感じてしまう場面っていうのがあったなというのは感じます。ですので車のサイズ感的な取り回しはもう絶対ベゼルなんですけども、じゃあ狭い駐車場の中で車を切り返して操作しながらスポットに入れますとか、そういった部分でのZR-V の方にも軍配が上がってくるのかなっていうところでありますので、その一長一短それぞれあるのかなというふうには思ったところであります。室内の使い勝手っていうところなんですけれども、ベゼルの方が後席自体は広いです。広いので後席に物を置くとかそういった使い勝手はもう抜群ですし、このベゼルは後席跳ね上げることができますので、大きい荷物買ってしまったよっていう時に、ラゲッジに積むもよし、ここの後席のところをパカンと開けてそこにいろんなものを積むもよしということで、この辺りの使い勝手の良さっていうのはやはり素晴らしいものがあるなというところは乗っていて感じているところであります。ただ車の大きさっていうところでいくと、やはり ZR-V の方が長さがもうあるんですよね。なのでもうサイズ感としてはもう ZR-V の方が大きい、そういった中でラゲッジの広さというのは ZR-V の方に軍配が上がってしまうなというところは思います。で特にそのベゼルは非常に流麗なフォルムをしていまして、後ろがストーンと落ちているので、その意味でもこの高さもないんですよね。なのでラゲッジに積むことができる荷物の大きさとか量とか、そこには ZR-V よりも制限がかかるなというところは感じるところです。ただその分後席の使い勝手がいいというところで、そのどういった荷物を載せるのか、荷物を載せるタイミングも含めたところで ZR-V が使いやすいという方もいれば、ベゼルが使いやすいという方もいると思うので、これは使い勝手によるんですが、私個人として両方同じようなところに乗った感じでは ZR-V の方が荷物積めるなっていうところは乗ってて感じたところでもあります。ということで今回はこのベゼルそれから ZR-V この2つの車で長距離の旅行に行きました。でその長距離の旅行に行った時の特に一般道を中心にこの ZR-V そしてベゼルですね、この2つの車から感じる違い、実際に運転をして感じたことをお話しいたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただいたようでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。集中 TV では今後もこのベゼルまたは ZR-V に関する情報の方を出していくことを予定をしておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。